大阪にある飲食店で、はいマスターがここは行っといた方がいいでっていうおすすめのお店ありますか？九条にある千年うどんっていううどん屋さんのうどんの麺が最高。もうめっちゃくちゃすごい。麺もだしも美味しい。もう本当に幸せ。一応四国出身なのでうどんが大好きなわけよ。だからもううどんにはもう目がないので、もう本当に美味しい。前まではオープン前に全部切ってやってた伸ばし切ってたんですけど、やっぱり直前にやった方が美味しいなと思って、昆布と、いりことしいたけを水出してるかな、その3種類を。3個言うてですね。このポスターの塩なんですけど、これですね。専用に開発された。そうなんですか。でやっぱりその食感とかも結構もちもちしたりとか、そういうのがあって美味しい塩なんか、美味しいそうですね。結構なんか3日水分量多いような気がしますね。水の走ったりとか、水入れてこの後混ぜる時の、その水加減ですかね。それでだいぶ、あと温度とかも違うんで全然。で加水の量をやっぱ気温高いとちょっと減らしたり、してるんで、その辺ですかね。あと水温ですかね。夏はちょっと氷入れて、冷たい水で、普通の水でやるとちょっと温度高すぎて、こういうダマにならないんで、もっと水っぽくグルテンが発生しすぎて水分量が多いような生地になっちゃうんで、緩すぎてしまうんで、その辺は一番使われる。そうですね。オープン前に結構いろいろ試したんです。いろんな粉を自分で取ってみて、で一番やっぱり美味しいなっていうのもあったんで、で自分の感覚ですけど、一個一個売ってみて美味しい小麦粉というかうどんができたのをピックアップして、あとはもうそれを合わせ
その2つでいこうって決めてから、あとその割合をちょっとまあ調整してその、まあ、もちもち感とコシと、僕の好みであったというか、まあ結構いろいろなんで好み分かれると思うんですよ。柔らかいうどんが好きな方もいらっしゃるし、僕は結構しっかりコシがあったで、まあもちもちしたうどんが好きなんで、よりその理想に近いような、まあ、できた小麦粉を使ってますけどね。結構何種類も試されてる。そうですね、結構いろいろ、まあ、僕何も修行してないんで、総額なんで全部いろいろ自分の中で研究して、だからやっぱ普通のうどん屋よりは全然まだまだ勉強不足のところはいっぱいあると思うんですよ。自分なりに考えながらやってましたね。一応ここでやってるんですけど、3.5 はい前後にしてますかね今は。これ一応熟成さすだけなんですけど、本番これ熟成度で30度でやってるんですけど、いつもでちょっと夏とかは気温高いんで外に出してやることもあります。でもちょっと生地入らないんで、これどける場所がなかったりするんですよ。なんでここ一応入れてるんですけど、パンパンになったりするんで。それも熟成庫ですか？いや、これはねワインセラーなんで。ああ、ワインセラー。熟成庫をもう置く場所とかもなくなって、で一応一定の温度を保てるようなワインセラーを置いて、ここに一応寝かしてるんですけど、鳥貴族で居酒屋やろうと思って鳥貴族入ったんですけど、コロナとかあったじゃないですか。でまあそれでもやっぱ独立させたいなと思ってて、まあいろいろ考えて、まあ、居酒屋ってなんていうか限定されるというか、まずお酒飲める人じゃないとダメだし、20歳以上じゃないとダメだし、うどんって全世代というか全年齢でね、やっぱり全員が食べれるものもあって、まあ、コロナでほんまに制限されたのは結構でかいかったですかね。でうどんって嫌いな人ってほぼほぼいないじゃないですか。聞いたことないですね。もともとうどん好きってのもすごいあったんですけど、やっぱりうどん好きやったんで、まあ、そういうのをいろいろ踏まえてというか、考えてうどんになったんですかね。じゃあうどん屋をやろうって決めてから本当にオープンするまでどれぐらい時間が2年ぐらいだから独学で勉強しました。鳥貴族マネージャーやってたんですけど、マネージャーやりながら、マネージャーやるんですか？そうめっちゃ大変です。まあでも家帰って、まあ言うても鳥貴族有料企業なんで、休みもしっかりやるし、全然残業とかもほぼなかったんで、帰ってただ時間もあったんで、結構いりこですとか昆布ですとか、なんか贅沢に使われてるなと思ったんですけど、この量って一般的ですか？一般的だと思うんですけどね、その化学調味料使ってない店舗は基本的には、それもだから僕も独学やったんで、香川の、八本さん、製作所の1週間やったかな、学校あるんですよ。そこで、まあ、だしのまた割合とかいうのを勉強させてもらって、まあ、そこでだから勉強した割合を、
自分の中でその昆布とかいりこは自由にこう割合決めるんですよ、でパーセンテージがあったんですけど、全体の何パーセントまで満たすような、そこで、作ったんで、基本的には多分一緒だと思うんですよね、その割合的なところは、だからその時にいろいろ試せるんです味、昆布の量を増やしたりいりこの量を増やしたり昆布を使ったりで、それで自分なりに一番美味しいなと思った割合を組み合わせたんで、こう今までオープンされてから今まででこう多少微調整があって変わったりもしてたんですか？だしに関しては基本はこの昆布とかいりとかさば節とかのかさ節とか割合は変えてないです、オープンからも全然。だからそのかけだし作る時に砂糖、みりん、醤油、塩を入れるんですけど、そこをちょっとだけ微調整したかなっていう感じですかね。初め結構もう薄味で作ってたんで、よりはちょっとだけ味を分かりやすくしましたね。先ほど麺の時もお伺いしたんですけど、こう出汁を取る時、まあ温度管理っていうのは大事だと思うんですけど、一番こう慎重にされてる工程ってあるんですか？まあずっとその、まあおっしゃる通り温度管理というか、ですね、昆布だけの80度で揚げないと結構出汁見てたりするんで、ここは実はタイマーかけてるんですよ。はい。なんでタイマーで大体もうそれぐらいまでの時間に80度ぐらいになるの分かるんで、それでまあ調整しますね。炊き込みです。タレというか、漬け込みタレです。ありがとうございます。このちくわ天をメニューで入れる時からもうこれを使おうと思ってたんですか？タイちくわが結構有名だったかな、なんかうどん屋ではタイちくわが使われることが多かったんですけど、業者さんが、まあ取引の業者さんが、まあ、ちょっと紹介してくれて、まあ、こういったのもありますと。で食べたらやっぱ全然美味しかったんで、弾力もあって、またタイちくわと違う、なんだろう、しっかりしたちくわというか歯応えもあるんで、でもうそれに決めました、すぐ。下味つけて塩分濃度 3% ぐらいの塩水つけると胸肉とかって柔らかくなるって言われてるらしくて、で、まあ、それはちょっと意識して硬くならないようなにはしてますけど、味付けはまあ多分一般的にされてるのと変わらない、醤油と酒と生姜入って、
と塩と砂糖を入れてるだけなんで、まあ、単体で食べても美味しいような、天ぷらになるような味付けはしますけど、鶏天とちくわ天だとどちらの方が人気が高いですか？まあ、ちくわの方が人気はありますね。ただ名物って鶏天うどんあるんですけど、それは、まあ、一番うどんでは人気なんで、単品で単体でいうとちくわの方が人気あるんですけど、うどんになると鶏天うどんの方が人気ありますね。取っただし、白だしに返しをさっきの返すに赤ワイン、白ワインって使われるのって一般的なんですか？いや、一般的じゃないと思うんですよ。言うたら山本さんに出してもらった作り方なんで、まあ、普通砂糖とか塩とかも入れてると思いますけどね。だしとすごい中身シンプルなんですよね。はい、そうです。なんで、まあ、他の、ね、うどん屋さんがどうやって作ってるか僕もほんま知りたいんですけどね。白だしと赤ワインとみりんと白ワインとあとお酒、料理酒です。で塩類が入ってないですよね。はい、それだけです。ほんまに。で返しも醤油、池田醤油を使ってるんですけど、昆布とをちょっと炊いたっていうか、まあ80度ならんぐらいで火止めて、でそれを寝かして、でその赤ワインと白ワインと、料理酒とみりんと作ったものを合わせてるんですよ。でさっきのが出来上がってるんです。醤油ベース大和製作所さんに出会われたきっかけですね。きっかけですか、きっかけは、まあ、製麺機、まあ、僕だから同学だったんでうどん作ってる時は、まあ、家でやってたんですけど、まあ、言うたらやっぱり手打ちとなると仕様がいるなと、やっぱりやってはる方には絶対かなわないんで、
まあ製麺機で、まあ、僕みたいな手人上がりでもしっかり煮うどん作れるような製麺機があるって聞いてたんで、大和製作所さんラーメンの学校もやってはるみたいで、友人がその後輩か知り合いか何か忘れましたけど、その山本さんのラーメン学校行って独立したと。で結構やっぱ良かったと。でそれでまあ成功されてるっていう話を聞いたので、そのうどんバージョンがあるということで。もともとトリフってうぬぼれ中っていう看板あるんですけど、あれ社長が全部書いてるんですよ。大倉社長、会長会の。でうちもちょっと真似て、大倉会長に頼みたかったのもあるんですけども、ちょっとすごいおこがましいかなと思ってまあちょっと尊敬もあって専務にお願いしたらよく聞いてくれたんで、それを使わせてもらってます。そうなんです。もう今はトリフ族は退社されて自分でやってはるみたいですけど、そんな感じです。お待たせしました。いらっしゃいませ。1名様でしょうか。どうぞ。いらっしゃいませ。これさ、ネギトロに変えれるけど。前まではオープン前に全部切ってやって伸ばしてきてたんですけど、やっぱり直前にやった方が美味しいなと思って、今はもうお客さんを頃合い見ながらやってるんですけど、まあね、昼とかは結構やっぱ待たせるんでさっき頃合い見ながらやってるんですけど、夜は完全にもう玉数聞いてから作ってます。なんでやっぱりどうしても時間お待ちいただく形になるんですけど、それでもちょっと美味しいもの食べてもらいたいなと思うんですよ。
7.5の後7。7.5の後お願いします。はい。あ、これ。最初鶏天です。はい。お待たせしました。今度は白ご飯にこう。上がります。最後より。もうちょっと待ってください。これです。はい、これと一緒に。半玉とこっちが1玉。はい。ありがとうございます。すみません、お待たせしました。いらっしゃいませ。お願いします。お待たせしました。お願いします。
正直今まで食べたうどんで一番もちもちしてるかなと思ったんですよ。これって圧力鍋を茹でることで採用されてるから。そうです。やっぱりもちもちは強くなるね。のもうほんまに特性ですね。もともとそういう技術は知っていたんですね。もともと楽々さんとか新内さんとか、新内さんも引退されて閉店されてるんですけど、圧力鍋使ってる店舗が2つで、うどん開業するに至っていろんなとこ食べに行ったんですよ。もともと楽々さんは僕平方やったんで知ってたんですけど、めっちゃうまいのも知ってたんで、で圧力鍋使ってるのも知ってて、新内さんとか食べに行ってやっぱりめちゃめちゃうまいなと思って、でいろんな有名店に行かせてもらったんですけど、やっぱり圧力鍋使ってる店舗は美味しいなと思ったんで、なんで使おうと思って。そうですか。それからうまくいきました。いや、なかなかですよ。全然もうなかなか難しいで、いろいろもう変えながら。あと新内さん、子供にあったんですけど、山本さんオーナーが結構可愛がってくれたというか、いろいろ教えてくれたりして、それでもう改善しながら徐々に。そうなんです。ようやく、3年目なんですけど、清さんが、定着していっぱい来ていただき始めてるので、ちょっとその信用を裏切らないように頑張ってもうちょっとやったら、やっぱりその次の店舗というか、2店舗目っていうのもやっぱり出していきたいなと思ってます。やっぱり僕も美味しいところいろいろために勉強のために行くんですけど、ただやっぱわざわざ行くじゃないですか。だけどやっぱ近くにあったら結構行くんですよね。僕も家の近所はやっぱり美味しい店とかは結構ね、ユーザー的に行くんですけど、遠くなるとやっぱどうしてもなかなか足が遠のくというか、機会が取るで、やっぱりその店舗を増やすことによって来やすくなるんで、お客さんで、初めはちょっとこの工場なんですけども、次はちょっともうちょっとアクセスのいいところであったり、っていうところで増やしていって、もっと専門うどんを知っていただけて、お客さんに喜んでいただければいいかなと思ってるので、次は2店舗目を目指しながら頑張ってます。うどん屋さんでしたら、茂みさんと楽々さんと新内さんやったんですけど、新内さん残念ながら閉店されてるので、山本面蔵さん、これ京都なんですよ。この3店舗はやっぱり今までは美味しいなと思いながらやってます。特に茂みさんは何が美味しいんですか？茂み冷やかけがすごい有名なんです。だしが冷やかけのだしがすごい美味しかったので。あとやっぱりあそこ圧力鍋使ってないんですけど、結構麺がふわふわというか、しっかりコシはあるんですけど、ふわっとしたなんていうか舌触り食感がいいうどんを作ってはるんで、すごいなと思いました。ラーメン屋さんとかもあるんですけど、ラーメン屋さんはそうですね、麺六さんとふもとさんは僕近いですし、めっちゃ好きなんでよく行きます。ふもとさんは中華そばなんですよ、普通の。それとも何種類かあると思うんですけど、中華そばが一番美味しくて、チャーハンが僕も好きなんで、チャーハンも美味しいんで。麺六さんは鴨です。もう鴨がもうメインになってるので、全然臭くないというか、鴨がめちゃくちゃうまい、美味しいんで、鴨丼は僕絶対食べますから。麺六さんはつけ麺をよく食べるかなっていうところで、つけ麺もカシスソースみたいなのがかかってるんで、麺自体も美味しいですし、そのカシスソースをちょっとつけて食べてたり、普通のつけ麺なんでつけだれもあるんですけど、そういうちょっとおしゃれな感じで出されてるので、あれもやっぱり美味しいですね。青山県というハンバーガー屋さんなんですかね。ハンバーガー屋さん、青山県やったら青山県、森口の門真のララポートかなの近くになるんですけど、
のハンバーグ屋さんまだここは多分そんなに経ってないんちゃうかなと思う、オープンしてから、が美味しいです、はい、ハンバーグがふわふわして結構でかいんで、僕はリーズナブルで、柔らかいふわふわしたハンバーグが美味しかったです。